ゆっくり解説。昭和の男を狂わせた魔性のつぼぶり。江波京子、伝説の傑作映画ランキング。ねえマリサ、昭和の映画ってかっこいい女優さんが多いけど、特にクールで危険な大人の女って言ったら誰になるのかしら？なんだか無性に、見ていて痺れるような映画が見たい気分なのよ。それなら間違いなく江波京子だぜ。1960年代後半、大英映画の看板女優として、伝説の女と爆死シリーズで一世を風靡した、通称、上り竜の銀こと江波京子だ。着物姿で肩肌脱いで、壺を振ってるポーズの人ね。写真で見たことあるわ。すごい魅力で、美しさの中にドスが効いてて、なんだか近寄りがたいオーラがあるわよね。その通りだぜ。あの鋭い眼光に、昭和の男たちはコロリと参っちまったのさ。だが彼女は単なる人形スターじゃない。大映が苦境にあえぐ中で最後まで看板女優として輝き、晩年まで芝居に情熱を燃やし続けた本物の女優なんだ。今回は、そんな彼女がスクリーンに刻んだ伝説の傑作映画をランキング形式で紹介するぜ。第10位、昭和女爆と、1972年。さて、記念すべき第10位はどの作品なの？魔性のつぼぶりってタイトルだったから、やっぱり有名な女と爆死シリーズのどれかなのかしら？いや、第10位はいきなり変化球だぜ。1972年に東映で公開された昭和女爆徒だ。これは大映が倒産した後、江波京子が東映の人気映画という新しい土俵に上がり、名将加藤康監督と組んで取り上げた意欲作なんだぜ。へえ、会社が変わると雰囲気も変わりそうね。東映って言うと男性のヤクザ映画のイメージが強いけど、江波さんはどんな役だったの？そこがこの映画の面白いところだ。彼女が演じる呉服商の娘お藤は、当初、父の敵と間違えて松方弘樹演じる幕と辰巳を襲うんだ。しかし誤解が解け、二人は互いに惹かれ合うようになる。ここでの見せ場はやっぱり入れ墨だぜ。お藤は、辰巳の背中にある飛竜の入れ墨と対になる火炎竜を自らの背中に掘り込み、彼と共に生きる覚悟を決めるんだ。お揃いの入れ墨なんて、すごく情熱的。でも、人気映画ってことは、二人が幸せに暮らしました、とはならないんじゃ。その通りで悲しいんだぜ。辰巳は組織の跡目争いに巻き込まれ、兄弟子や、義理で加担した天地茂演じる島崎らによって無残にも殺されてしまう。お藤は復讐を誓って都政人となり、仇を探して旅に出るのさ。そして数年後のクライマックス、かつて辰巳殺しに加担したことを悔いていた島崎が、最後はお藤の助太刀に回る展開は胸が熱くなるぜ。昨日の敵は今日の友。ってやつね。江波京子さんと天地茂さんが並んで殴り込みなんて、画力がすごそう。ああ、黒幕の大田原一家の式典に二人がドスを持って乗り込み、島崎が雑魚は任せなと暴れまくるシーンは圧巻だ。加藤康監督特有のローアングル撮影や、冒頭の雨の襲撃シーンなどの映像美が随所に光っていて、単なるアクション映画じゃない、女の情念を描いた芸術的な傑作に仕上がっているんだぜ。第9位、再開、1975年。さっきの昭和女爆とは、入れ墨とかドスとか、いかにも江波京子って感じの激しい役だったわよね。東映に移っても、やっぱりそういう怖いお姉さんの役ばかりだったのかしら？いやいや、彼女の魅力はそれだけじゃないぜ。第9位の再会は、打って変わって静かで切ないヒューマンドラマだ。1975年に松竹で公開された作品で、共演はなんと、当時トップアイドルだった野口五郎だぜ。これが彼の映画初主演作でもあったんだ。野口五郎さんが弟役なの？すごい組み合わせね。でも、再会ってタイトル、なんだか少し寂しげな響きがするわ。鋭いな。物語は、ブラジルへ移住するために日本を離れる姉と、それを見送る弟の別れを描いているんだ。江波京子演じる姉陽子は、弟にとって母親代わりのような存在なんだけど、とある事情で過去に事件を起こした恋人池部亮と共に海外へ逃げるように旅立つ決心をする。出発までの3日間、横浜の街を舞台に、
姉を奪われる弟の葛藤と、師弟の揺れ動く情愛が叙情的に描かれているんだぜ。うわぁ、鳥羽での喧嘩とは真逆の世界だわ。江波さんは、そんな普通の女性の役も演じていたのね。実は江波京子自身、数ある出演作の中でもこの再会はお気に入りの一本だったそうだ。インタビューでも、評価の高かった津軽ジョンガラ節より、この作品の方が自分の好みだって語っているくらいなんだぜ。彼女の持つ魔性の女のイメージとは違う、優しくて粘り気のある日本的な女性像が、本人の感性に合っていたのかもしれないな。本人がそこまで愛した作品なら、演技にも熱が入っていたんでしょうね。アイドル映画だと思ってみたら、大泣きしちゃいそうだわ。ああ、特にラストシーンは日本映画史に残る名場面だぜ。出港していく船の上の姉に向かって、岸壁に残された弟野口五郎が、頑張れよ、姉さん、って声を限りに絶叫するんだ。このシーンは、当時多くの観客の涙を絞ったと言われている。江波京子が単なる女と爆死ではなく、繊細な感情表現ができる名女優であることを証明した、忘れられない一作だぜ。第8位、女殺し屋、メス犬、1969年。第8位のタイトル、メス犬ってすごいインパクトね。なんだかドロドロした愛憎劇みたいな感じ？いや、これはゴリゴリのハードボイルドアクションだぜ。第8位は1969年公開の女殺し屋メス犬。実はこの映画、あの大スター市川雷蔵のある殺し屋の鍵と同じ原作脚本で作られた、いわば女性版リメイクとも呼べる作品なんだ。へえ、女と爆死で大人気だった江波さんが、今度は殺し屋になったのね。でも、着物で壺を振るイメージが強いから、殺し屋って想像つかないわ。そこが見どころなんだぜ。表の顔は小料理屋の女将だからしっとりした着物姿なんだけど、裏の仕事になると一変、サングラスに超ミニスカート、さらにはプールでのビキニ姿まで披露しているんだ。昭和の最先端ファッションを着こなすクールな姿は、観客への大サービスでもあったんだぜ。ビキニで殺し屋、ギャップがすごすぎるよ。で、どうやって相手を倒すの？やっぱり拳銃？もちろん拳銃も使うが、この映画特有の武器がある。それは特殊な指輪に仕込まれた毒針だ。派手な指輪から鋭い針がシャキーンと飛び出して、ターゲットの急所を一突きにするんだぜ。うわぁ、必殺仕事人みたい。おしゃれな指輪が凶器なんて、女性の殺し屋らしくて怖いけどかっこいいね。物語もスリリングだぜ。組織の依頼で仕事を完遂したのに、口封じで愛車に爆弾を仕掛けられ、殺されかけるんだ。間一髪で脱出した彼女は復讐の鬼と化し、顔見知りのモデルミカを利用して敵の懐に入り込み、仲介役のヤクザや商社社長、最後には黒幕の政界ボスまで追い詰めていく。シリーズ化はされなかったが、江波京子のクールな魅力が爆発した一本だぜ。第7位、昭和女仁義、1969年。第7位の昭和女仁義ってタイトル、なんだかすごく強そうね。これもやっぱり、さっきの話に出てきた女と爆死シリーズの一つなのかしら？雰囲気は似ているが、これはシリーズ作じゃなくて単独のアクション映画だぜ。1969年公開で、原作は藤原慎二だ。今回の江波京子は、スナックのママとお子役なんだが、結婚を約束した恋人がヤクザ組織に消されちまう。そこで、店で働くホステスの絹江と一緒に、命がけの真相究明と復讐に乗り出すんだ。ホステスさんと二人でヤクザに立ち向かうの？すごい度胸ね。その相棒役の人も有名な女優さんなの？ああ、当時大英で売り出し中だった肉体派女優渥美まりだぜ。クールな江波京子と、小悪魔的な渥美まりのコンビは画面が華やかだろ？敵役も豪華で、ニヒルな成田幹夫や、黒幕の大物大田原を演じる北村和夫といった、昭和の名優たちが立ちはだかるんだ。うわぁ、悪役が怖すぎるわ。そんな人たち相手に、女性だけでどうやって戦うの？またドスを持って殴り込むとか？もちろんドスも使うが、起点を利かせたアクションも見どころだぜ。例えば、殺し屋に待ち伏せされた時、近くにあった消火器を噴射して、
煙幕みたいにして窮地を脱出するシーンがあるんだ。そして極めつきはクライマックスだ。黒幕の大田原が人間ドック入りして病院に隠れてるんだが、厳重な警備を突破するために、彼女はある変装をするんだ。変装？病院に潜入するなら。まさか、お医者さん？惜しいな、看護婦、ナースだぜ。白衣の天使に化けた江波京子が、病室に忍び込んだ瞬間に復讐の鬼に変わり、隠し持った担当でボスの胸をつくんだ。壺ぶりの着流し姿もいいが、この映画でしか見られないナース姿のドスさばきは、ファンならずとも必見の異色の名シーンだと言えるぜ。第6位、女組長、1970年。第6位は、女組長。またすごいタイトルが来たわね。さっきの看護婦姿でドス、みたいな過激な復讐劇が続くのかしら？江波さんの組長姿も迫力ありそうだけど、タイトルだけ見るとそう思うよな。でも第6位の女組長は、一味違うんだぜ。監督は日本映画の巨匠牧野正宏。彼が手掛けたこの作品は、単なるヤクザ映画というより、明治末期の新橋を舞台にした、情緒あふれるシンパメロドラマのような人情作品に仕上がっているんだ。へえ、メロドラマなの？人気映画だと思ってみたら、いい意味で裏切られそうね。江波さんはどんな役なの？やっぱり組長？江波京子が演じるのは、殺された火消し、い組の親方の娘で、今は芸者をしている住という女性だ。彼女は亡き父の後を継ごうと奮闘するんだけど、それを幼馴染や沖屋の女将たちが温かく支える様子が丁寧に描かれているんだぜ。復讐劇ではあるんだが、それ以上に、下町の人々の絆や肉親の愛にスポットが当たっているのが特徴だな。なんだかホッとする話ね。でも、江波さんの映画なら、やっぱりかっこいい立ち回りも期待しちゃうんだけど、安心してくれ。クライマックスにはあっと驚く仕掛けがあるぜ。敵である黒幕たちの座敷に呼ばれた彼女は、木槍踊りを披露するんだが、手に持っているまといを一振りすると、なんと中から鋭い槍が飛び出すんだ。まといから槍、まるで手品みたい。芸者姿で槍を構える江波さんなんて、想像しただけで絵になるわね。そうだろ？その槍で親の仇を追い詰めるんだが、牧野監督らしいのはその結末だ。彼女が手を下す寸前で警察が踏み込んで悪党は逮捕され、彼女は殺人を犯さずに済むんだ。ラストは、実は実の母だった山田五十鈴演じる女将に抱きしめられて終わる。激しいアクションと、涙を誘う親子の情愛が見事に融合した名作だぜ。第5位、女の鳥羽、1966年。いよいよトップ5ね。第5位はどの作品？タイトルからすると、ついにあの有名なシリーズの登場かしら？その通りだぜ。第5位は1966年公開の女の鳥羽だ。これこそが、江波京子の代名詞とも言える女鳥羽串シリーズへとつながる、記念すべき伝説の第一作目なんだぜ。おお、ここから伝説が始まったのね。でも、第一作ってことは、まだ、女と爆死ってタイトルじゃなかったの？そうなんだ。実はこの映画には、映画史に残る有名なエピソードがある。もともとは大映の看板女優だった若尾綾子の主演作として企画されていたんだが、彼女が怪我で降板することになり、急遽代役として抜擢されたのが江波京子だったんだぜ。そうなの。まさに運命の代役劇ね。もしその怪我がなかったら、江波さんの演じる上り有能銀はこの世に生まれなかったかもしれないんだ。ああ。結果として、彼女の持つ鋭い眼光やクールな雰囲気がこの役にぴたりとはまり、一躍スターダムに駆け上がることになったんだ。物語も東映の人気映画とは一味違って、ドスや銃で血を流し合うんじゃなく、あくまで賭博の技術で復讐を果たすという点が特徴的だぜ。暴力じゃなくて、勝負師としての腕で悪党を倒すってこと？なんだか知的でスタイリッシュね。その通りだ。手本引きの名人だった父をイカ様の罠ではめて自殺に追いやった敵立花組長に対し、彼女はイカ様にはイカ様をという戦法で挑むんだ。感情を一切表に出さず、能面のような冷ややかな美しさで壺を振る姿は圧巻だぜ。
そして見事に敵を破滅させた後、鳥羽を出て山門をくぐった瞬間にふと見せる安堵の表情。この緊張と緩和のギャップこそが、女と爆死シリーズの原点として、江波京子の魅力を決定づけた理由なんだぜ。第4位、大怪獣決闘、ガメラ対バルゴン、1966年。ちょっとマリサ、第4位がいきなりガメラってどういうこと？私たちは江波京子さんの映画ランキングを見ていたはずよね？まさか、怪獣相手にサイコロで勝負したわけじゃないでしょ？ははは、さすがに怪獣相手に盆は開かないぜ。だが、第4位の大怪獣決闘ガメラ対バルゴン1966年は、特撮ファンだけじゃなく、江波京子ファンにとっても外せない一本なんだ。彼女はこの映画で、ニューギニアの酋長の娘カレンというヒロインを演じているんだぜ。ニューギニア、つぼぶりのお姉さんからすごい変身ぶりね。酋長の娘ってことは、やっぱり独特な格好をしてるの？ああ、エキゾチックな民族衣装をまとった姿は、神秘的で息を飲むほど美しいと語り草になっているぜ。でも、この映画の凄さは彼女の美貌だけじゃない。実はこれ、昭和ガメラシリーズの中で唯一、子供がメインに出てこない大人向けのガメラなんだ。ガメラって子供の味方じゃなかったの？子供が出ないなんて意外ね。そうなんだ。物語は、巨大なオパールをめぐる男たちの裏切りや殺し合いといった、人間の醜い欲望がリアルに描かれるハードな内容だぜ。そのオパールが実は怪獣バルゴンの卵で、日本で孵化して冷凍液で大阪を氷漬けにしてしまうんだ。火炎を吐くガメラさえも凍らされて負けちまうほどの強敵なんだぜ。ガメラが負けちゃうの？そんな強い怪獣、どうやって倒すのよ。そこでヒロインカレンの知恵が生きるんだ。バルゴンは宝石の光を好む習性があるから、巨大なダイヤモンドの光で湖におびき寄せるダイヤモンド作戦や、虹色の破壊光線を巨大な鏡で跳ね返すバックミラー作戦など、人間たちが知恵を絞ったユニークな作戦を展開するんだ。江波京子演じるカレンの神秘的な存在感が、単なる怪獣プロレスに終わらない、欲に目がくらんだ人間ドラマと見事に融合した、異色の傑作特撮映画だぜ。第3位、津軽ジョンガラ節、1973年。第3位の発表ね。タイトルが、津軽ジョンガラ節って、なんだかすごく渋いわね。これまでのアクション映画や怪獣映画とは雰囲気が違う気がするけど、どんな作品なの？いい感してるな。第3位の津軽ジョンガラ節は、単なるエンタメ作品じゃないぜ。1973年の ATG 映画なんだが、なんとあの映画史に残る大傑作、仁義なき戦いを抑えて、キネマ旬報ベスト10の第1位に輝いた伝説の名作なんだ。あの有名な仁義なき戦いより上ってこと？それってものすごい評価じゃない。江波京子さんって、やっぱり演技派の大女優だったのね。そうなんだぜ。この映画で彼女は女と爆死のイメージを脱却し、実力派女優としての地位を不動のものにしたんだ。物語の舞台は、冬の津軽だ。江波京子演じる伊佐子は、傷害事件を起こして追われる恋人の哲夫を連れて、ふるさとの漁村に逃げ帰ってくる。でも、彼女自身はこの貧しくて閉鎖的なふるさとが大嫌いで、すぐにでもまた逃げ出そうとするんだ。ふるさとが嫌いな女の人と、逃げてきた男の人、なんだか切ない展開になりそうね。ああ、前編を通して、日本海の荒々しい波の音と、高橋竹山らが奏でる津軽三味線の激しい音色が響き渡っていて、それが登場人物たちの孤独や情念を痛いほどかき立てるんだぜ。皮肉なことに、ふるさとを捨てようとする伊佐子に対し、よそ者であるはずの哲夫は、土地の盲目の少女雪や漁師の老人と触れ合う中で、初めて自分の居場所を見つけていくんだ。この作品は、ふるさとという場所が持つ意味、そして人間の孤独と安らぎについて深く問いかける、芸術性の高い一本なんだ。本来そこに住んでいる人が逃げたくて、逃げてきた人がそこを好きになるなんて、皮肉な対比ね。でも、哲夫さんが幸せになれるならよかったじゃない。それがそうはいかないんだぜ。彼がこの地で生きようと決めた矢先、追っ手のヤクザに見つかってあっけなく刺し殺され、
海に沈んでしまうんだ。最後にイサ子が残す、あんた、ふるさとが見つかって、よかったわねという言葉は、皮肉と哀愁が入り混じった名台詞として語り継がれている。胸が締め付けられるような、重厚な人間ドラマだぜ。第2位、女賭博士、鉄火場破り、1968年。いよいよ第2位ね。ここまで来たら、やっぱりあのシリーズの登場かしら？さっき第5位で第1作が出たばかりだし。その通りだぜ。第2位は1968年公開のシリーズ第7作、女賭博士鉄火場破りだ。数あるシリーズ作品の中でも、江波京子の壺を振る所作、着物姿、そして鋭い眼光といった様式美が最も完成された作品として、ファンからの評価がめちゃくちゃ高い一本なんだ。お銀さんの美しさが頂点に達した作品ってことね。でも、シリーズものってマンネリ化しちゃいそうだけど、今回はどんなピンチが待っているの？今回の銀行は、なんと信頼していた師匠に裏切られるところから始まるんだ。金のために、あの名悪役成田幹夫が演じる悪徳組長黒川に売られそうになって師匠と決別し、黒川の妨害で賭場を追われてしまう。お銀は、マッサージ師として身を隠し生計を立てるほどに追い詰められるんだぜ。成田幹夫さんが敵役なのね。あのニヒルな感じで追い詰められたら怖そう。そこからどうやって這い上がるの？彼女を救うのが、時代劇の大スター大友龍太郎演じる一匹狼の親分前島だ。彼の助けで再び壺を握った銀子は、宿敵黒川組長が差し向けたイカサマ名人との5番勝負に挑むことになる。ちなみに、マッサージ師役として漫才師の獅子天や瀬戸ワンヤがゲスト出演しているのも、昭和らしい見どころの一つだぜ。大友龍太郎さんに成田幹夫さん、さらに漫才師さんまで、キャストも豪華ね。で、肝心の勝負はどうなるの？相手は名人なんでしょ？そこがクライマックスだぜ。相手のイカ様は巧妙で誰も気づかないんだが、銀子だけはその鋭敏な指先の感覚で、盆のわずかな変化を読み取るんだ。そして見事にイカ様を見破り、大逆転勝利を収める。この時のカタルシスと、彼女の凛とした美しさは、まさにシリーズ屈指の完成度だと言えるぜ。第1位、女賭博士、1967年。いよいよ栄光の第1位ね。ここまで来たら、最後はやっぱりあのタイトルが来るのよね。ドキドキするわ。その通りだぜ。堂々の第1位は、1967年公開の女賭博士だ。シリーズ第2作目にして、ついに江波京子の代名詞となるこのタイトルが冠された。まさに伝説の原点とも言える記念碑的作品なんだぜ。出た、女賭博士。シンプルだけど、これ以上ないくらい力強いタイトルね。でもマリサ、さっき第2作目って言ってたけど、ここでもう、上り竜のお銀さんが登場するの？いや、実はまだなんだ。この映画での役名は、江森夏江といって、表向きは六本木のピアノバーのまま、しかし裏では父から仕込まれた天才的な腕を持つ賭博師という設定だ。モダンな様相と和装のギャップも魅力的だが、何よりこの作品が描いているのは、彼女が修羅の道に落ちていく悲劇的なプロセスなんだぜ。修羅の道？一体彼女に何があったの？ただ賭け事が強いだけじゃなかったの？女の情念とドロドロした愛憎劇が絡んでくるんだ。夏江はある賭場で、川口小枝演じる素人の女子学生滝子をイカサまで任すんだが、それを逆恨みされてしまう。滝子は復讐のために夏江の恋人に近づき、なんと彼を奪い取っちまうんだ。さらに、裏で暗躍する内田良平演じる悪徳薬剤磯部の策略によって、最愛の父までもが命を絶たれるんだぜ。嘘でしょ。恋人を奪われた上に、お父さんまで殺されちゃうなんて、そんなの、あまりにも救いがないじゃない。そう、彼女は文字通り全てを失ってしまうんだ。だが、愛も家族も失ったからこそ、彼女にはもう花札しか残されていない。孤独を背負い、冷たい眼差しで賭場に立つその姿は、痛々しいほどに美しいんだぜ。この映画で確立された孤独なヒロイン像こそが、江波京子を昭和映画史に残るスターにした最大の要因であり、文句なしの第一位だぜ。総評またはまとめ。ねえマリサ、ランキングを見てきて思ったけど、
江波京子さんって本当にすごい女優さんだったのね。壺振りのイメージが強かったけど、殺し屋だったり、怪獣映画のヒロインだったり、津軽の悲しい女性だったり、役柄の幅広さに驚いちゃった。そうだな。彼女は女と爆死で一時代を築いたが、そこで止まらずに津軽ジョンガラ節のような文芸作品でも高い評価を受けた。単なる美人女優じゃなく、映画に人生を捧げた本物の役者だったんだぜ。その凛とした生き様は、今見ても惚れ惚れするほどかっこいいよな。私もすっかりファンになっちゃった。視聴者のみんなは、どの江波京子作品が好きかしら？思い出の映画や、渋い名作があればぜひコメント欄で教えてくれよな。このチャンネルでは、これからも昭和の伝説的な映画やドラマを紹介していくから、高評価とチャンネル登録も忘れずに頼むぜ。それじゃあ、また次回の動画で会おうぜ。